どうも、ボタニカリスティックスです。今日はね、紹介動画やりたいと思います。の前になんかこう、ちょっとね、顔がね、丸くなったというかな、ここのラインですかね。なんかね、あんまり気にして生活してるわけじゃないんでね、なのにね、丸くなったとか太ったとかも気にするのもね、ちょっとめめしいなと思うんですけど、めめしいとかね、めめしくないとか、ちょっとそういうのを言っちゃいけない風潮にあるのかね、知らないけど。というのもね、昨日ね、昼ね、ラーメン食べて、それでね、こう、歩いてたらね、歩いてたらっていうか、聖樹軒っていうどら焼き屋さん知ってます？そこの前ね、通ったらどら焼き売ってたんですよ。で、この聖樹軒ってもう朝のね、もう9時ぐらいにはもう大行列で、もう一瞬で売り切れるぐらいのお店なんですよ。絶対いつも店の前にはね、こう、どら焼き売り切れましたって札が出てるんですけど、昨日ね、昼ね、そこ歩いてたら、その札がお店の人が来て、どら焼き販売中に切り替わったんですよ。もうこの瞬間逃したら買えないと思って、その瞬間バーって入って、くださいっつって、で、買ったんですよ。で、その聖樹軒の、小判菩提樹じゃねえや、小判菩提樹じゃねえ。小判のどら焼き、大判と小判とあるんだけど、小判の方のあんこがすごい乗っかって、こんなどら焼きなんだけどね。見た目が、それ。で、それね、買ってね、久々に食べたんですよ。で、2つ食べちゃったの。で、2つ食べてラーメン食べたでしょ。もうそれはね、なんかなるよね、それは。顔に出てくれて、良かったみたいな。他の場所にね、体に出るよりよっぽどいいわな。そんなんで、と言ったらさ、そう、話はどんどん逸れちゃうね。逸れちゃうっていうか、まだ入ってもないけどね。僕ね、東十条の方にある草月ってお店の黒松っていうどら焼きも好きなんですよ。で、この聖樹軒のどら焼きと草月のどら焼き、どっちも好きなんですけど、やっぱちょっとそれ比較しちゃうよね。どっちが好きかってね。そのぐらいね、僕ね、この2つ、結構都内ではね、トップレベルのどら焼きだと思いますよ。どっちもね、別にそんな手土産ランキングの本当に1位、2位、3位とかそういうレベルのあれなんで別に何も珍しい情報ないですよ。ただね、草月の方は最近ね、そのスーパーのヤオコーとかに、類人みたいな、すごい似てるどら焼きあるんですよね。大丈夫なのかどうか知らないけど、それもね、結構普通にね、普通に美味しいんですよ。ちゃんとね、今度ね、草月の黒松と、ヤオコーのどら焼きのね、食べ比べしてね、ちゃんと比較検証して、比較動画でも撮りたいなと思うぐらいなんだけど、フィカスの専門なんで、どら焼き専門チャンネルやってるわけじゃないんでね。てかね、どら焼き振興協会の広報担当じゃなくて、僕はね、フィカス振興協会の広報担当だから、ちょっとね、そっちはそっちでまた別で。実際ね、どら焼きね、どら焼きリスティックスでもね、やれるぐらいね、どら焼き食べたのね、つどつどね、写真撮ったりね、記録してね、データね、撮っといてるんですよ。やらないけどね。それでね、話をね、戻しましょう。今日はね、フィカスレリジオーサの紹介動画やります。ちょっと今手元にね、ここにいるんだけど、これ、ちょっともっとちっちゃいのもいるんだ。これが後で登場またするんだけど、ちょっと見てみようか。こういう感じですね。こっちも寄せるか。どれだっけ？このね、ドリップチップのね、これか。これいいっすよね。これあったっけ？もっといいのあった気がする。これか。違うな。どれだかわかんなくなっちゃった。いいや。このピューンってなってるのがいいですよね。ドリップチップ。これがね、すごい長いんですよ。これとかそうかも。ランフィーにちょっと形似てるんだけど、ランフィーよりもよっぽど長い。でね、ランフィーだったらね、可愛いですね、なんて言ったところなんだけど、そうそう。このドリップチップっていうのは、これは別に、このレリジオーサに、限った話じゃないんだけど、葉っぱに、ついてますよね。ウンベラートだってそう、みんなそう、ピューって。あれは雨水をこう流しやすくするためになってるんですね。で、このドリップチップっていうのは、葉っぱ全般的になってるんですけどね。ランフィーとかだったら、可愛いですねとか言えたんだけど、レリジオーサは、ちょっと可愛いですねってあんま簡単に言えないよね。っていうのはさ、そもそもさ、レリジオーサって語源がさ、ラテン語で、宗教的なとか、敬虔なとか、そういった意味なんだよね。これはなんでかっていうと、レリジョンの語源だよね。で、
だからさ、名前がダイレクトに宗教的なんですよ。その誰々さんが名付けたとかそういうんじゃないんですよ。っていうのもあって、ブッダがね、悟りを開いた、この木の下で悟りを開いたとか、いうのが有名なんですけど、それだけじゃなくてね、ヒンズー教とか、あとはジャイナ教とかでも、神聖な木とされているんですよ。シク教でももしかしたら、ちょっと詳しく調べないとわからないんだけど、もしかしたら、宗教的に、つながりのある木かもしれない。で、あと有名なのがね、スリーマハーボ大樹って人間がね、植えた木として守られている木としてはすごい長い、2000何百年とか300年とかだったかな、2300年とかだったかな、長い古い、神聖な木があったりとかね、そのもう意味合いにおいてかなり宗教的なんですよね。だからあんまりかわいいねこの葉っぱとかなかなか言えないっていう部分があったりしますよね。どう？そう。で、こんなね、そんなもん宗教のシンボルになるような木じゃん？なのに全然お店で出会えないんですよ。で、これもだからまさにレアフィカスなんですよ。レアフィカスなのにすごい有名みたいな。ね。ちょっとマニアックとかそうじゃないんですよ。有名なのにレア。で、これね、なんでかっていうとね、弱いんですよ。で、弱いっていうか寒さに弱いの。で、インドとか。だからスリマハーボ大樹はスリランカだったと思うんだけど、このインドの方に自生してる木なんですよ。で、日本はやっぱりちょっと寒いみたい。なので、日本では弱いんですよ。でその植物園とかだったらね、でかいので出会えるんですけど、お店ではもう全然大きいの見られないですよ。寒さに弱いから、だから、お家で育てるでしょ？とか室内で育てるじゃん。で、室内で育てるってことはさ、直射日光浴びたりとかさ、そういう風にされてないから、より弱く育ってしまうみたいな。だから結局あんまり大きくならないし、みたいな。なかなか強く育たないみたいな。そういったイメージやっぱりあるかなと思うんですよね。ただね、さっき見せたちっちゃいの、これ。こいつはね、越冬したんですよ、外で。これね、玄関の外に置いてたんですよね。インドの方出身の配達員の方がね、故郷の木だなんつってね、うちに来るのね、楽しみにしてくれて、いつも見てくれてたんだけど、葉っぱバンバン落としちゃって、ダメになっちゃったなって思ってたんですよ、本当。それこそね、ルージングマイレリジョンですよ、本当に。もうそれはただの夢に過ぎなかったじゃないけど、いいや。そしたら、冬過ぎたらね、すっごいちっちゃい葉っぱがね、写真あったらね、出しますけど、出てきたんですよね。そうなんですよ。実際にこれ、冬を越したんですよ。神聖ですよね。そんなわけでね、順調にね、うちではね、その神聖性をね、強めておりますよ。なんでね、こっちを見てるとわかると思うけどね、やっぱね、なんて言うんだろうな。強く太く元気に力強く育っていかないんですよね。弱々しく育っていくというか、もちろん育て方はあると思いますけど、これでね、切り戻ししたりとか、幹を太くしていくとか、いろんな手はあると思うんですけど、切り戻しする勇気も出ないんですよね。ダメになっちゃうんじゃないかみたいな。だから時期を見なきゃいけないと思うんですけど、やるなら今ですよね。もうちょっと遅いかな。インドボ大樹の大きなね、10号鉢の曲がりとかね、あるんでしょうけどね、僕ね、あんま見たことないですね。そうね、植物園とかではね、すごいの見ますけど、いやー、どうだったかな。尾崎フラワーパークで見たことあるような気がしなくもないんだけど、少なくともね、その辺の観葉植物屋さんでは見れないんじゃないかな。ホームセンターでも見れないそうだね。そんなわけでね、今日紹介したんだけど、ちょっとね、初心者にはハードル高い気がしますね。でもね、絶対ね、フィカス、いろいろね、育てていく中でね、インドボ大樹、やっぱね、憧れが出てくると思いますよ。やっぱね、かっこいいもん。かっこいいとかあんま言っちゃいけないのかな。神聖なんでね、あんまりかっこいいとか可愛いとか言うんじゃないですね。ちょっと、はーとかね、大切に育てたいと思いますよ。でもね、やっぱりね、そうだ、いいや、そういうのいいや、かっこいいわ。かっこいいもん。やっぱね、欲しいなってすごい思うようになると思うんですよね。フィカスをいろいろ育てていくとね。ぜひぜひ、興味を持っていただければと思います。今日はそんな感じで、フィカス・レリジオーサの紹介の動画でした。また、じゃあ、引き続き、次は何だろうな、考察動画になるのかなと思ってます。じゃあまた。はい。